こんにちは、NMAX です。それではですね、キビとですね、ビルドーザーっていう、Python 用のパッケージを使って、スマホのアプリを作っていくというやつをやっていきたいと思います。今回はですね、広告と課金についてですね、リンクだけ紹介した動画作ったんですけども、広告の方で紹介したキブ MOD っていうパッケージですね、広告用の Python で使える、そちらの方のえサンプルをですね、実際に作って動かすっていうのをやっていきたいと思います。Android で動かすっていうやつになるんですけども、メイン、GitHub のサイトがこちらにありまして、こちらにですね、実際に、ですね、クイックスタートっていうところにやり方が書いてありますので、この通りやっていきたいと思います。で、このですね、やっていくこのサイトの文章、この文章はですね、動画の説明欄の方にリンク貼っておきます、URL のですね。で、実際にその、Android のパッケージを作るためのですね、環境はですね、Ubuntu でコンパイルっていうところで、実際ですね、Docker 内でやってるんですけども、これをですね、実際の Ubuntu の中で、やった環境を私は用意してまして、そちらの環境内に入るためにですね、まず、これをします。ホームディレクトのキビビルドザバイナリーアクティベートっていうのをやると、有効になるので、まずそれをやっていきたいと思います。これでね、作成した、Android を作れる環境になっています。で、あとはですね、こちらのですね、キープ MOB のですね、ホームページにやり方の手順が、クイックスタートというところがあって書いてあるので、これはですね、ここからのリンクですね。じゃあ、ここからのリンクかな。ここからのリンクで、下に辿っていて、クイックスタートのところに書いてあります。でまずですね、作業用のディレクトリも移動してあるので、これで、作るディレクトリを作成しまして、そのディレクトリに入ります。でこれは特に必要ないんですけど、一応やっといて、からのですね、メイン Python っていうのを作ってると。だから、このね、メイン Python の作るのはですね、ほんで、ビルドザーの、初期化をしてます。メイン Python の作るのは、お好きなエディターを使っていただいて OK です。で、イニットするとですね、ビルドザスペックっていうのができるので、一応ね、バックアップ取っておきます。これは手順書に書いてないんですけども、あとはですね、コピーしろって書いてあるんで、これをね、キャットのメイン、今作ったからのやつに入れていきます。コマンドラインでやるならこの手順になるんですけども、お好きなエディターでやっていただいて OK です。で、あとですね、make the following modification to your build the spec file ということになっているので、スペックをですね、いろいろ変えていきますので、ここでですね、こちらの文章にはですね、このパッケージドメイン、変えろうと書いてないんですけども、ここを変えとかないと広告がなぜか表示されません。オルグテストでは表示されないというのを確認しているので、もうここに書いてあります。パッケージドメインのオルグテストのままだと表示が広告されないので、オルグ、キビなど、オルグテスト以外に変更というのを入れておきます。例えば、これは何でもいいんですけども、今回はですね、キビに変えておきましょう。で、タイトルマイアプリケーションというのはちょっとね、あれなので、キブ MOD、テストという名前にしておきます。で、パッケージネームをね、本当は書いてもいいんだけど、ここはそのままにしておきましょう。あとはですね、こちらの、キブ MD のところの通りに変えていきます。リクで検索して、ここをですね、こういうふうにコメントアウト、元のをコメントアウトしてコピーしたのに貼り付けると、打ち間違いがありません。次はパーミッションなんで、パーミッションを探してやると。で、もともとコメントアウトされているので、その下に、持ってきて、コピーした行を持ってきます。
API は27ってなってるので27のままですね。で、ミニマムが21であってますね。SDK は20になってるのでデフォルトが、24に変えます。で、19B はそのままで OK なので 19B で、次はですね、depend、Android なんとか dependencies は、この行をコピーしてくると。で、P4、PA4、P4A、フォルク、ブランチ、マスターってなってるので、これをコメントを外して、コピーしてコメント外しておきました。で、Android メタデータっていうのがあってですね、ここはですね、アプリケーション ID っていうのが、これテスト用の ID になってます。メタデータ。もしですね、すでに、Google の AdMOB やったかな。Google の AdMOB に登録してですね、アプリケーション ID をゲットしている方は、その ID に変更した方がいいですね。今回はテスト用の ID でやっていきます。あとはですね、もう変更が終わりましたので、これで書き込みしてですね、ビルドザー、Android でこれをやってやると、ビルドする手順が始まりまして、ある程度時間経ったら、今ですね、もうすでにAndroid 端末を USB で接続してあります。ですからそちらの方に、コンパイルが終わってインストールするまで、10分ぐらいかかるかなという感じです。そのためちょっとね、待ち時間長いので一旦ですね、録画を一時停止したいと思います。またコンパイル終わったらまた、録画再開します。こんにちは、NMAX です。それではですね、コンパイル終わりまして、転送終わりました。で、実行した時の、ものをですね、スマホ側で録画しましたので、それを見ていきたいと思います。まずボタンを押しますと、離した瞬間に広告が出まして、今、×を押して閉じました。で、もう一遍広告出して押すとですね、広告のページに飛ぶというのが確認できました。ということで、ですね、今の手順で、サンプルソースを動かすことができました。結構ね、これ、時間かかりました。というのはですね、手順通りにやっても動かなかったからですね、スペックのところの、このね、スペックのところのパッケージドメインっていうところが org.test だと動かないということに気づくまでに相当時間がかかって、動かすの、今もね、3ヶ月前に更新されてるんですけど、もしかして動かないのかなと思って、で最終の更新が3ヶ月前なんですよね。動かないのかなと思ったけど、動きましたということですね。で、あとですね、これ以外の文章も実はありまして、それはこちらですね、チュートリアルの方に、こちらにも文章があるんですけども、こちらに、今のはですね、3種類のが、4種類あるみたいなんですけど、本当はね、そのうちの3種類の広告の出し方がありまして、バーナータイプと、今やったのがインタースタイティ、そういうやつで、あとですね、リワードビデオっていうのがあります。で、1番目のバーナーは普通のバーナー広告でして、で、2番目のが全画面表示で、好きなタイムで広告出せると。3番目のやつが広告出した後にユーザーにですね、何かの特典ですね、コインとか何か特典を与えることができるものになっているようです。ということで、それをね、3つ、ここにあるソースをですね、さっきのように、ここの部分をメインにして、パッケージ名を適当に変えて、動かしたものを録画してありますので、そちらを見ていきたいと思います。で、これがですね、一番さっきのと一緒のタイプですね。全画面表示のインターなんちゃらかんちゃらっていうやつですね。で、押すと、広告のページに飛ぶというやつですね。
で次がこれが、バーナータイプでして、起動してしばらく経つと、上部にバーナーが表示されるようになってます。で、表示する場所はね、オプションで変えれるようです。で、クリックするとそのページに飛ぶと。で、最後がリワードってやつで、ボタンを押すとですね、画面に動画が表示されるっていうので、秒数が終わると、秒数ちゃんとね、全部見てもらったら、何らかのアクションを追加してやれば、ユーザーに何らかの得点を与えることができるというものになっています。ということで、今回はですね、広告をですね、Kibbyで非常に簡単に出すことのできる KiBMOD、しかも3種類ね、使えるのは Google のAdMob っていうんかな、ちょっと発音はっきりわからないんですけども、いろんなね、広告出すための、ツールがあるみたいなんですけども、Google さんのやつを使うためのパッケージでした。それではですね、次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。